こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は7月前半に新しくゲームパスに追加されるタイトルと7月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。たましか7月9日からゲームパスに対応します。今年の4月にリリースされたばかりのハイスピード FPS ゲームです。今作は銃とナイフを利用して敵を倒していく手書き風のビジュアルと奇抜な世界観が特徴の作品です。ゲームシステムは非常にシンプルで、ひたすらテンポよく敵を撃退し、ステージの奥へと進んでいくって感じ。近接戦ではタイミングよくボタンを押す必要があって、一度でもミスをしたらその瞬間にステージの最初からやり直しになってしまうので、高速で進めながら撃つか切るかパリーするかの瞬間的な判断を要求されるって感じです。私のプレイでクリアまで1時間でした。サクッと気楽に FPS を遊びたい方はぜひ。アセンドトゥーゼロ7月13日発売日初日からゲームパスに対応します。時間を停止させる能力を利用し、ステージを攻略していく見下ろし視点のローグライクアクションゲームです。本作は崩壊してしまった世界を舞台にしており、世界を救うまでのタイムリミットはたった30秒しかないという設定になっています。そこで利用するのが主人公の時間を停止させる能力。この時間停止をうまく使いながら限られた時間の中で敵を殲滅していくこととなります。システムとしてはオート攻撃型かつ3択のアップグレードから好きなものを選択してキャラを強化していくなどバンサバのような構成となっていて、そこに時間停止のギミックが組み合わさっているような感じとなるみたいですね。ちなみに今作は特に日本のユーザーからの反響が多かったとのことで、日本語字幕だけでなく日本語音声の対応も決定しています。PBA プロボーリング2026 7月14日からゲームパスに対応します。昨年12月にリリースされたリアル思考のボーリングゲームです。ミニゲームとしてボーリングが遊べるゲームはちょこちょこありますが、本格的なボーリング専用ゲームってなかなか珍しい気がしますね。本作ではボールの材質やピンの物理演算などをリアルに再現しているとのことです。またオンラインでフレンド対戦を楽しむことも可能となっています。ただ残念ながら日本語には未対応となっています。ボーリングなら英語でも楽しめるかな。ボランティンゾーンザ・ラストチェック7月15日からゲームパスに対応します。ゾンビがはびこる世界を舞台にしたシミュレーションゲームです。主人公は検問所の指揮官。本作では最新鋭の検査機器を用いて生存者たちが感染していないかどうかを検査していくこととなります。誰を通し誰を通さないかを判断していく中で、もし間違えてしまうと感染者が潜り込んでしまうことに。しかしゾンビはゾンビで監禁し、貴重なサンプルを採取することで新たなツールを作成するのに利用することもできるんだとか。本作では日を追うごとに激しさが増していく脅威に立ち向かい、人々を守り抜いていくこととなります。マーヴリックス by マット・ジョーンズ7月16日からゲームパスに対応します。マウンテンバイクで自由に走行することができるレースゲームです。本作の舞台は広大なオープンワールドとなっており、レースに挑んだり、大ジャンプを決めたり、華麗なトリックに挑戦したりなど、自由なプレイを楽しむことができるとのことです。こちらも残念ながら日本語には未対応となっています。ビックスフォース7月17日発売日初日からゲームパスに対応します。最大6人の協力プレイに対応した 3D アクションゲームです。本作の目的は壊れた機械を修理すること。フィールド上には修理するためのアイテムやパーツが落ちていて、それらを利用することで橋や通路を建設することができるんだとか。またフィールドには暴走したロボットも存在しており、捕まると破壊されてしまいますが、フレンドに回収してもらうことによって復活することもできるとのことです。また仲間内で遊ぶと盛り上がりそうな作品が追加されますね。フォグピアサー7月17日発売日初日から PC ゲームパスに対応します。
列車で戦うデッキ構築型のローグライクゲームです。本作の方は列車のカスタマイズとカードによる戦略性の高いターン制のバトルが特徴となっていて、車両及びデッキを強化しながら敵を撃退し、最適なルートを選択して極寒の荒野を突き進んでいくといったゲームの流れになっています。カードの種類は170種類以上存在していて、列車の位置取りも重要になると明かされています。なお今作は現時点では Xbox では発売されず PC のみでリリースされるタイトルとなっています。ザ・プラネット・クラフター1月21日発売日初日からゲームパスに対応します。宇宙を舞台にしたサバイバルクラフトゲームです。本作ではオープンワールドの荒野を探索して物資を集め、自身が生活するための施設や拠点などを作成し、惑星を開拓していくこととなります。もともとは水も酸素も不足している惑星ですが、熱や酸素、気圧を発生させてテラフォーミングを進めることによって生命が誕生し、ゆくゆくは青い空が見えたり、緑豊かな大地を作り出すことができるんだとか。そうした目に見えた変化が今作の魅力でもあると明かされています。また今作はオンライン最大8人までのマルチプレイにも対応しており、フレンドと一緒にワイワイとサバイバルを楽しむことも可能となっています。名調7月10日発売です。こちらは基本プレイ無料のタイトルですが、ゲームパスに加入している方向けに特典が配布されます。本作は自由度の高い戦闘と多種多彩なコンテンツが楽しめるオープンワールド型のアクション RPG です。ゲームの方には Xbox 版の配信開始と同時に新たに初心者向けコンテンツが追加され、初めてアカウントを作成したプレイヤー向けに新たな初心者イベントと新規プレイヤー向けの報酬が用意されるとのことです。また、ゲームパス加入者には、加入者限定の旅の印と、各バージョンごとに受け取れるギフトパックが特典として配布されます。旅の印は自身のプロフィール用の装飾。ギフトパックにはゲーム内アイテムやコインなどが付属し、バージョンアップされるたびに毎回配布されると明かされています。私も今回の Xbox 版で初めて触ってみようと思います。ここからは7月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。パワーウォッシュシミュレーター、追加から4年で終了となります。驚異的な中毒性を誇る高圧洗浄ゲームの1作目です。長らくゲームパスに対応していましたが、ついに終了となりますね。実際の家の掃除とか車の洗浄とかってなかなかやろうって気になれないのに、なんでゲームだとこんなに楽しいんでしょう。私のプレイで一通りクリアまで60時間かかったので、今から始めて最後まで楽しむのは難しいと思いますが、途中で止まってしまっている方いましたら、最後まで洗浄してみてはいかがでしょうか。現在は続編の2もゲームパスに対応していて、2の方は引き続き今後も楽しむことが可能です。ゴルフ with your friends 追加から6年で終了となります。自分自身がゴルフボールになってカップインを目指すゴルフアクションゲームです。こちらはフレンドと遊ぶと結構盛り上がる作品なんですよね。私も大好きなタイトルです。ステージは普通のゴルフ場から始まって、火山とか博物館、宇宙ステーションなんかもあって、進めば進むほどはちゃめちゃなコースになっていくって感じ。オンライン最大12人のマルチプレイが可能で、みんな一斉に打つのでテンポがいいですし、楽しく遊べる作品です。フレンドと気楽に遊べるので、対戦が好きな方はぜひ試してみてください。シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダー追加から2年3ヶ月で終了となります。リブート版トゥームレイダー3部作の完結編となるタイトルです。6月に1作目と2作目もゲームパスから外れたので、これでまとめて終了という形になりますね。全2作と同じくらいのゲームボリュームで比較的遊びやすい作品ですが、やや謎解き要素が増えたかなという印象を感じました。ちなみに今作は全ての追加 DLC を付属した完全版なので、ゲームパスで DLC 要素も楽しむことができます。3D アクションゲーム好きな方は試してみてください。テクトニカ追加から3年で終了です。異世界の惑星
その地底を舞台にした一人称視点の工場建設ゲームです。一人ではもちろん最大4人協力プレイにも対応していて、フレンドと一緒に資源の収集や基地の建設などを楽しむことができます。ダンジョン・オブ・ヒンターベルク。こちらは追加から2年で終了となります。アニメ調のグラフィックが特徴のアクション RPG です。本作では探検家の女性としてアルプス山脈のフィールドやダンジョンを冒険していくこととなります。ダンジョンは長すぎず短すぎずテンポよく探索できる構成ですし、動作性やアクションも良好で、今回外れる作品の中でも特におすすめのタイトルです。ダンジョン内も戦闘ばかりって感じではなく、直感的に進めていける謎解きも用意されていますし、とにかく遊びやすく設計されているような作品です。映像や世界観に惹かれた方はぜひ触ってみてください。ステラリス。追加から7年かなで終了となります。広大な宇宙を舞台にしたストラテジーゲームです。本作はストア表記では日本語対応にチェックがついていませんが、ゲーム内のオプションの言語設定から日本語に変更することが可能となっています。ということで今回は7月前半に新しくゲームパスに追加されるタイトルと、7月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、そしてレビューなどを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。あと X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。